ちは、ナナです。今日は記憶的不動産にやってきました。記憶的不動産とは SNS に特化した不動産、こんにちは東京とのタイアップ企画、デザインにフォーカスして物件紹介をするコンテンツとなっております。今回紹介する物件は東急東横線中目黒駅から徒歩5分、代官山駅から徒歩10分、間取りが 2DK45 平米の鉄骨鉄筋コンクリート造13階建ての8階、家賃が19万円、管理費が5000円の合計19万5000円の物件となっております。今回の物件の特徴は、フルリフォームから誰もまだ入居されてないということで、新品未使用の状態でご利用いただけるという点と、45平米という広さながら相場と比べて少しお得な賃料となっています。さらに8階という高層階角部屋ということで、渋谷や東京タワーが望める眺望が魅力的となっており、駅も中目黒駅と代官山駅が徒歩10分圏内という交通アクセスも良い物件となっております。玄関から紹介します。まず玄関はとっても広いので、お友達を呼んだ時ですとか、あとはちょっと椅子だとか棚とか家具を置いても広々とご使用いただけるかなと思います。靴箱が上段と下段にかなり大容量のものがあるので、2人暮らしですとか靴好きの方でも安心して使っていただけるかなと思います。トイレスペースを紹介します。トイレはウォシュレット付きの TOTO のトイレになっていて、あとは収納棚もついております。ペーパーホルダーとこちらにタオルホルダーもついているので、後からつける必要もなくご使用いただけます。玄関からまっすぐ行くと6畳の洋室があります。玄関と比べて天井が少し高くなっているので開放感がありますし、窓もついているので日中は優しく光が差し込んできます。あとはミニクローゼットもついているので、お洋服をかけたりお掃除用具をしまったりもできるようになってます。ミニとは言っても結構広々としているので、いろいろ入れられるかなと思います。あとはこの部屋は3面にコンセントがあって、さらにこの高い位置にもあるので、エアコンがもしかしたらつけられるかもしれないので、入居時に確認してみてください。配線を隠すカバーもついているのですっきりしてますね。テレビをつけるコンセントもついてますので、この部屋でテレビをご使用いただくこともできるかなと思います。続いて洗面とお風呂スペースを紹介します。こちらに独立洗面台があって、こっちに洗濯機置き場があります。コンセントも上についてます。でこっちがお風呂となっています。お風呂は給湯設備がついているので、お風呂自動に入れられたり追い焚きができるようになっています。さらに小窓がついているので、風通しもよく換気ができるようになっています。浴室乾燥機とこの物干しがついているので、雨の日なんかはお部屋で洗濯機物を干していただけるかなと思います。メインスペースを紹介します。こちらは、ダイニングキッチンと、あとは洋室が一体となっている広いスペースになっていて、合わせるとおおよそ 10.5 畳から11畳あるスペースです。ただこのスライドのドアで仕切れるようになっているので、別々の部屋としてご使用いただくこともできます。あとは何といってもやっぱりこの広い窓が魅力的で、あちらには渋谷と東京タワーなんかも見える、とても眺望の良い高層階の眺望となっています。さらにあちらにも窓があるので、二面採光で本当に電気がいらないくらい日当たりがいいお部屋になっています。ダイニングキッチンを紹介します。ダイニングキッチンはリフォームしたてということで、キッチンもとても新しくて、この調理スペースも広いものとなっています。コンロは3口でグリルもついているので、お料理好きな方にもおすすめかなと思います。で窓もついているので、換気扇もついてはいるんですけど、匂いの面も安心かなと思います。コンセントが高い位置に1,2,3,4つついているので、炊飯器ですとか冷蔵庫とか家電の位置も結構自由度が高いのかなと思います。こちらのコンセントに関しては排気口もあるので、エアコンをさらにプラスでつけていただくこともできるので、夏場でも涼しくお料理していただけるかなと思います。続いて 5.5 畳の洋室を紹介します。こちらは窓がまず2面あるということで、とても日当たりがいいっていうのと、あとはこのクローゼットがかなり大容量でたくさん収納が
できますね。コンセントも123面についていて、こちらにはテレビのコンセントもついています。なので照明ですとかテレビですとか結構自由に家電を置いていただけるかなと思います。さらに天井高もダイニングよりも高くなっていて、あとはエアコンもこちらは備え付けでつけてあるのでプラスでつける問題はないかなと思います。今回の記憶的不動産いかがでしたでしょうか。本物件が気になる方は概要欄からチェックしてみてください。また本企画で紹介する物件に関しましては仲介手数料が 25% オフとなりますので、気になる方はお早めにお問い合わせください。というわけで今回の記憶的不動産はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。